どうも、クピオです。今日はですね、ハッピーワンターボで長期車中泊旅に行ってきます。こちらのハッピーワンターボ、先日内外装紹介を当チャンネルで先行初公開させていただきました。今回の車中泊も初めての動画になります。自分自身ワクワクしています。皆さんと一緒に動画を通じて車中泊旅して、いいところ、そしていまいちなところを見つけたいです。改良の早い JP スタさんなんで、今回の動画の皆さんのコメントがこのハッピーワンターボに生かされ改善されると思います。ぜひ動画見終わった後に意見をコメントくださいね。早速持ってきた車中泊アイテム積み込みます。はい、積み込み完了しました。ここに新しくできた床下収納はアクセスがいいので、ティッシュやゴミ袋、フライパンなどよく使うものを入れています。一番容量の大きい床下収納に着替えや備品などで、一番後ろのソファー、この下も結構スペースありますんで、布団など入れています。24リッターの給水タンクのだいたい8割ぐらい入れました。はい、で出発しようかと思ったんですけど、このハッピーワンターボの他のカラーリングが揃ったようなんで写しておきます。かなりカラフルですね。全部で6種類あります。純正色をベースにボディも塗装されています。こちらはオレンジですね。この色はなんかすごいハッピーワンという感じがします。個人的にはこのホワイトパールかっこいいですよね。純正のホワイトパールをベースに、ボディの中央あたりはノーマルのホワイトなんで、パッと見白なんですけど、よく見ると2色になっています。今回旅する車はカーキメタリックです。この色もかっこいいですよね。さあ、準備は整いました。どこ行きましょう。やっぱりターボエンジンなんで坂道性能知りたいですよね。山道や高速道路の途半車線走るようなルートがいいですね。燃費も気になります。今日は山に行って温泉入って車中泊、その後高速道路長距離走ってみますね。今日から35度超えの酷暑日が続きます。この炎天下でクーラー冷えるんでしょうか。そして何時間使えるんでしょうか。キャンピングカーにとって一番しんどい季節ですが、検証するにはぴったりです。かなり電力を使用すると思いますので、その使った電力をソーラー充電と走行充電でどのぐらい回復するかも検証します。はい、それでは安全運転で行ってきます。この JP スターさん出るとき、毎回ワクワクします。大人になっても子供に戻れる場所、JP スターはそんな場所ですね。まずはスペックをこちらに掲載しておきます。ベース車はダイハツアトレ、乗車定員4名、就寝定員4名です。ナンバーは8ナンバー、キャンピングカー登録、軽自動車ベースですが、軽自動車登録ではありません。価格は4区で税金、諸経費など全て込みで585万円。今回紹介する装備、ほとんど標準装備と JP スターさんならではの価格設定です。パワートレインです。エンジンはガソリンターボ 658cc、ミッションは CVT。エンジンの最大出力は64馬力、最大トルクは91ニュートンです。はい、それではガソリン入れて燃費計測します。給油口はこの運転席のすぐ横です。ガソリンの燃料タンクは38リッターです。はい、じゃあこれでトリップメーターリセットします。はい、30分ぐらいですかね。公道走ってみた感想なんですけど、パワー、トルク十分です。信号待ちからのスタートで他の車についていけます。さすがターボですね。ノーマルのアトレイも乗ったことあるんですけど、それと比べるとやっぱりもっさり感はあるんですけど、キャンピングカーとしては平地では十分なパワーです。今のところ坂道だけなんで、あとは上りですね。そして視界なんですけど、やっぱりキャンピングカーなんで視覚あるんですけど、このアラウンドビューモニターがめちゃくちゃ見やすいです。
かなり上から俯瞰して映してくれてます。そしてドラレコ兼用のリアのルームミラーモニター、こちらもクリアで見やすいです。両方とも標準装備なすごいですね。あとはこのアトレのアダプティブクルーズコントロール、半自動運転ですね。こちらも後で試してみます。はい、スーパーで買い出しします。はい、駐車完了しました。R&B モニターがあったらもう誰でも駐車できますね。こういった隣り合った街のスーパーでも問題なく駐車できます。高さ制限だけ気をつけなければいけません。ここは 2.4 メーターの高さ制限ありました。ハッピーワンターボは高さ 2.6 メーターなんで、この下は通れません。全幅横幅は約1680ミリなんで、かなり隙間空いています。全長は3800ミリなんで、輪止め前止めると前はこんなにも空いています。やっぱりコンパクトのキャブコンは街乗り最強ですね。日本のキャンピングカーはたくさん種類あるんですけど、ハッピーワンターボは軽自動車ベースのキャブコンなんで、比較的小さい方のキャンピングカーになります。アトレの方のリモコンはこちらで、シェルのリモコンはこちらで、両方とも遠隔操作できます。欲望のままに好きなもの買ってきました。では食材冷蔵庫の中に入れて、ハッピーワンターボの中でお茶しながら今後の作戦考えます。はい、ごちそうさまでした。車内かなり涼しくなってきましたので、エアコンの風量は弱めました。このハッピーワンターボは窓がすごい大きいんですよね。3面あります。なので開放感はかなりある方のキャンピングカーです。早く景色のいいところに行って絶景を眺めたいです。この運転席なんですけど、ぐるっとカーテンがあります。これも標準でついてるんですけど、これパッて目隠しできるんですごい便利です。結構隙間はありますんで、断熱効果は薄いと思います。目隠しとしてはもう抜群です。今回の旅で自分的に気になっているポイントが、この内装のバンクベッドです。こちら大人が寝れるサイズあるんですけど、実際に実用的なんでしょうか。展開面倒じゃないか、寝心地どうなのか確かめます。そしてこのソファーベッドですね、こちらも寝てみます。前回の内外訴訟会の時に軽くベッド展開してみたんですけど、ちょっと手間に感じました。その辺とかですね、今日2回目なので改めて展開してみて、実際に寝てみて寝心地、展開の手間体感します。このハッピーワンターボの売りの装備、12V クーラーですね。この薄型タイプビルトインされています。こちらの機器も気になっていましたが、今結構涼しいですね。ただですね、気になるのがこの消費電力が現在冷蔵庫とかも合わせてなんですけど 980W ぐらい消費されています。照明とかも合わせてるんですけど、もしかしたらこのクーラー電気めちゃめちゃ食うかもしれません。この辺気になりますんで、今日の夜から朝までずっとつけっぱなしでどのぐらい減るか確かめてみます。サブバッテリーの容量は 48V の 100Ah なんで、 12V 換算で 400Ah という大容量のリチウムバッテリーが標準装備です。今回の旅なんですけど、今愛知県と岐阜県の県境ぐらいにいます。でここからですね、ちょっと北上していって、岐阜県の山を越えて富山県行って、そして
新潟、長野3間分走って戻ってきます。この辺の山道は急な坂が多いです。かなりの試練ですが、ハッピーワンターボの実力を試してみます。今から北上していって山の方に向かいます。日が落ちてきたらどこか休憩できそうなところで車中泊します。結構汗かいたんで温泉あったら最高なんですけどね。はい、この街乗りでのブレーキなんですけど、やっぱりですね、キャブコンで車重があるんで普通の車に比べたら制動距離が長くなります。なのでパワーは結構出るんですけど、制動距離のことを考えてあまりスピードは出さない方がいいかなと思います。もしくは十分に車間距離を上げるかですね。通常のキャンピングカーの運転が必要です。現在国道41号線を走行しています。バイパス道路みたいな感じでかなり快走路です。この国道41号線でここ岐阜県から富山県まで行くことができます。今回は一般道で向かいます。さあいよいよ山道に入ります。ここから岐阜県の飛騨高山へ向かいます。はい、かなり急なカーブが続いています。このハッピーワンターボなんですけど、足回りが変わってます。でその強化された足回りが標準装備です。リアのショックアブソーバー、リアのタイヤがワイドタイヤになっています。でそのおかげもあってコーナリング時かなり安定します。もうびっくりするほどロールしません。結構50キロぐらいの速めのカーブが続いていたんですけど、ほとんどロールしません。これはすごいですね。このぐらい急なカーブ絶対ロールするんですけどね、全然ということはないんですけど、もうほぼないに等しいですね。結構足回りは固めだなと思います。その分ちょっとショックは大きい気もします。ただ横揺れに対してかなり強いので、これ高速道路の風の煽りとかほとんど受けないんじゃないかなと思います。こちらも楽しみです。はい、現在50キロで走行していて途半車線出ました。一般道でもきつい上り坂の時に出る途半車線です。少し速度をしてきたんで踏み出しました。でエンジンの回転数は約2800回転です。でさらに押してきたんで軽く踏み出しました。そうするとまだ50キロキープしてくれています。でエンジンの回転数は約3000回転です。全然問題なく走行してくれます。でここから軽く踏んでも加速してくれました。合格じゃないでしょうか。ノンターボだったらね、あそこから加速が結構難しいんですよね。なのでハッピーワンターボの山道急な上り坂での限界速度は50キロは余裕ということです。多分予想では60キロも出ると思います。この後まだまだ山道続きますんで、もっときつい坂あったらチャレンジしてみます。でまた明日以降の高速道路の途半車線ですね、そちらも再加速できるか、80キロ走行、90キロ走行、または追い越しできるか確かめてみます。うわー、いいとこに温泉と道の駅ありました。助かった。はい、日が完全に落ちる前になんとか到着できました。もう降りた瞬間すごい暑いです。かなりムシムシしますんで、もう早めにお風呂入ります。日帰り入浴書いてますね。あれ、閉館ダメですね。最終受付7時15分、今7時26分、11分前に終わっちゃいました。どうしましょう。一旦トイレをお借りしてから考えます。もうかなり暗いんですけど、ここから50分ぐらいのところに温泉ありました。そこまだやってるみたいなんで、もうちょっと行きます。自分の運のなさに笑ってしまいました。夜中あんまり山道走りたくないんですけど、どうしてもお風呂行きたいんで慎重にゆっくり走っていきます。いやー、生きた心地しなかった。はい、帰ってきました。今日は温泉と道の駅で過ごしました。温泉は結構良かったです。ただ、やっぱり朝から寒かったです。いやー、生きた心地しなかった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 。いやー、生きた心
生き返りました。一時はどうなるかと思いましたが、無事温泉入れてさっぱりしました。しかも温泉で有名な下呂温泉です。最高でした。ただですね、ちょっと山ん中やったんで駐車場がかなり暗かったです。この辺クマ出没情報すごい出てるんですよね。なのでビビりながら急いで温泉の施設内に入りました。ここから15分ぐらいのところに道の駅あります。この国道41号線沿いにあります。今日はそちらで車中泊します。あんまり暗くなかったらいいんですけどね。あ、結構明るい。よかった。無事着きました。それではもう車中泊のセッティングしときます。結構山ん中なんですけど、この41号線まだ交通量ありますんで少し安心です。トラックの方も休まれてますんで人がいるのは少し安心します。ただ道路の向こうはもう完全に山ん中なんで確実にクマいますね。それでは車内でくつろぎます。いや、雰囲気めちゃくちゃいいですよね。なんか照明暗いかなと心配していたんですけど、全然暗くないです。ちょうどいいです。ただこっちのバンク側ですね、あと入り口側、この辺は暗いです。自分は YouTube 撮るんでもっと明るい方がありがたいんですけど、もう動画撮らなくてプライベートで使うだけならこのぐらいがちょうどいいかなと思います。なんか照明の具合とかもすごいおしゃれですよね。本当に1000万ぐらいのキャンピングカーの内装の感じがします。少し前にこのハッピーワンターボ先行初公開の動画、内外装紹介公開した動画にたくさんコメントいただきました。ありがとうございました。ただ結構賛否の声がありました。全部コメント読ませていただいたんですけど、自分の中でちょっと面白かったコメント、なるほどなと思ったコメントを紹介したいと思います。まずは賛否の3からいきます。コメント1つ目、革命やん。これ JP スターさん嬉しいでしょうね。めちゃくちゃ刺さりまくってます。JP スターさん好きすぎる。やっぱりこのコンセプトデザイン刺さる人いてますよね。家族ではなく私みたいに子供が独り立ちして今後どう過ごそうかって人には刺さってくると思います。そうですよね。お子さんが独り立ちして一人の時間ができた方にはこういったキャンピングカーで旅するにはもってこいの車ですね。もうすぐ定年のじじいにとってはついの車になりそう。確かにそのぐらい完成度高いですよね。ターボ最高、足回り強化、バッテリーなどかなり魅力的。そうなんです。足回りが標準で強化されてますんでかなりお得ですよね。後でお金かけなくてもいいのは安心です。バッテリーも標準で 12V 換算 400Ah なんでもういきなり即戦力です。アラウンドビューもあるの最高。もう本当にこのアラウンドビューモニターはキャンピングカーには必須と言ってもいいほど、あるのとないのでは運転の楽さが違います。薄型エアコンの存在感のなさ素晴らしい。もう本当このエアコンすごいですよね。めちゃくちゃ薄いです。家庭用エアコンのようですが高さが半分ぐらいです。ターボは魅力ですね。あとは冬タイヤ&ホイール販売対応がどうなるかですね。そうですね、今冬用タイヤとホイールを開発しているようです。
これができれば雪道も走れますんで、もう鬼に金棒です。次のコメントが結構被ってました。シティバージョンが出てほしいな。街乗りもしたいし、家のガレージ入らないので、出たら絶対買う。シティのターボ販売されないかな。都心の方に住んでいる私からすると、シティ版が出たらマストバイになりそうな車と、このシティのターボバージョンを望んでいる方が結構いました。確かに高さが都会ではネックになりますんで、背の低いシティは走行面でもかなりアドバンテージがありそうです。次賛否のピの方なんですけど、一つ目のコメント。家族4人だと狭いんですけど、2人ならかなり欲しいですね。確かに4人でも車中泊できるんですけど、2人ぐらいがちょうどいいですね。個人的には内装は白基調がいいな。白のバージョンや違うバージョンもあってもいいですよね。この木目や茶色は好き嫌い分かれるかもしれません。軽自動車や軽自動車ベースの車両では釣り具やキャンプ道具、着替え等の荷物を積むと狭すぎる。釣り竿は結構スペース取りますもんね。でキャンプ道具はこの中入れると本当にパンパンになると思います。その辺はやっぱり軽自動車ベースなんで、かなり工夫や DIY が必要かなと思います。キャンプ道具たくさん載せられる方は、リアにサイクルキャリアつけるか、もうワンランク上のキャンピングカーがいいかもしれないですね。次、賛否で結構多かったコメントです。バンク収納として使えないか。うちのバンクは荷物置きに使っているので、テレビは今まで通り後ろでバンクを簡単に荷物置きに使えるバージョンも作ってほしいな。バンクはプレミアムの方が良かったな。と、このバンクベッドをですね、その収納として使えなくなっちゃったんで、それを結構指摘している方が多かったです。これこんな感じで展開するんですけど、こう下げます。で、あと引くんですけど、なんでここの奥がですね、収納として使えるんですけど、この辺はちょっと収納として使いにくくなりました。確かにここの位置の収納はかなり使い勝手いいので、もうバンクで寝ない方は収納の方が使い勝手いいかもしれません。JP スターさんね、聞くと、このバンクを引いてベッドにするタイプともうワンパターン考えているそうです。そちらは収納として使えるそうです。こちらの開発も待ち遠しいですね。ただ自分的にはもうすぐ寝たい人ですねとかは、この今回のバンクベッド結構いいんじゃないかなと思います。バンクベッド展開するときはここにバーを入れます。そして引くだけです。これがガタンってなっちゃうんでちょっと気をつけないとダメなんですけど、これでですね、長さが結構長くて、この長さがですね1820、そして横幅が1600なんで、170センチ、自分ぐらいの大人の男性でしたら眠ることができます。前のハッピーワンとかは長さが1800なかったんで、男性に寝るのが結構大変だったんですよね。なのでここの下ベッド展開しないで、もうこの状態のままでバンクで寝るっていうのも結構いいかなと思います。で、今日こちらで寝てみます。まだ賛否のピのコメントがあるんですけど、結構確信をつくコメントもありました。メリットとしてタイヤハウスが前方にあり、足回りが狭くなるので、体の大きい人は長距離運転時に窮屈感が出てきそう。助手席の足元がものすごく狭い。あとで運転席、助手席の足元の狭さは致命的ではと、足元の狭さを結構言ってる方が多かったです。これは本当人によるかなと思います。自分は今回運転してみて広いとは思わなかったんですけど、別にこんなもんかなという感じで運転していました。別の車になるんですけど、タウンエースも足元狭いって結構言ってる方が多かったです。で、自分はタウンエースは別に狭いと思いませんでした。なので足元広い車に乗ってる方は結構狭く感じるかもしれません。元から狭い車を乗ってる方は何とも思わないと思います。ハッピーワンターボの価格を考えると JP スターさんならトレジャー1の方が価格差も少なく、マルチルームがついて630万円とお得な気がします。確かにね、もうこうなってくるとタウンエースベースと価格がそんなに変わらなくなってきます。で、タウンエースはパワーありますし、マルチルームもついてますんで、車体が大きくても構わなければタウンエースベースもおすすめですね。なんだこの理想の軽キャンは、この開発をやめない姿勢が JP スターだな、好き、いっぱい故障するけど、そうなんですよね。結構 JP スターさんは作りながらブラッシュアップしていきますんで、改善ポイントは出てくると思います。ただその代わり開発速度が速くて、3年間は故障した箇所無償で直してくれるそうです。なのでやっぱり販売店や代理店近い方の方がいいと思います。ある程度キャンピングカーは壊れるものと思っといた方が購入後のがっかり度は少ないかもしれません。という感じで結構面白いコメント、ためになるコメントをたくさんいただきました。ありがとうございました。また今回の実際に試着した動画もぜひコメントください。それがまた反映されると思います。さあ、それではお腹空いたんで晩ご飯にします。今日は結構時間がなくなると思っていたんで、
お惣菜中心に買ってきました。この野菜とおからは健康枠です。で、自分が食べたかったサーモンの刺身、そして筑前煮、そしてここ飛騨といえば飛騨牛のステーキ、こちらフライパンで焼きます。筑前煮は電子レンジで軽く温めます。電子レンジがこの上ではなくて下になりました。で、このままでは開きません。なんでソファーを1回抜かします。そしてこれで使えるようになります。今ちなみに DC12V クーラーと照明と冷蔵庫で 430W 消費しています。電子レンジも加わると 1.7kW なんで 1700W ですね。このキャンピングカーのインバーターは 3000W なんでまだ余裕があります。すごいですね。はい、できました。一人で使う分でしたらこの電子レンジの時にソファー移動させるのは全然苦じゃありません。人数増えてくるとここ抜いてもらわないといけないんで、そうなってくるとちょっと面倒くさくなってくるかもしれません。ではあとはステーキ焼いていただきます。一応匂い困らないようにマックスファン回してこの窓だけ開けときます。いただきます。ごちそうさまでした。結構量多かったんですけどペロッと食べちゃいました。それでは片付けてゆっくり休みます。やっぱりお惣菜が多いとゴミの量がかさばります。ハサミとかで切れる分だけ切ってコンパクトにしておきます。ハッピーワンターボの一番後ろのナンバープレートのとこ引くとゴミ捨てる用の収納があるんですけど、今回野生動物が結構出ますんで、もうゴミは防臭袋に入れて車内で保管しておきます。汚れてはないんですけど、一応アルコールウェットティッシュで拭いておきました。またこの IH 調理器とフライパンは明日の朝ごはんで使用します。ゴミはこのソファー下の奥の収納、ここに入れておきます。ここ結構奥行きありますね。手前には一つボックスを置いています。今日の布団なんですけど、下にこういった薄めの敷布団とでタオルケット、枕持ってきました。もうこのままの展開でいけるようにバンクベッド展開して寝ます。でテレビなんですけど、今日はもう遅いんでまた明日以降テレビ見ながらゆっくり過ごします。テレビはナビのテレビとテレビチューナー2パターンで見れるようです。テレビチューナーは意外と山間部電波届かないので、ナビのテレビの方が見やすいとのことです。さっき歯磨きなど済ましておきます。あ
はい、それでは初めてバンクベッドで寝てみます。ここの折りたたみ金具を外します。そして反対側と2箇所ですね。でこちらを倒します。で次引いてフラットにするんですけど、ここバタンといつもなるんで、ちょっとゆっくりいってみます。手を軽く持ちつつゆっくりいきます。あ、やっぱりなっちゃいましたね。これこうやって下からの方がいいですかね。こんな感じで下を押さえつつ、こっちの方がバタンとなりにくいかもしれません。そしてこの奥にあるマットを展開します。これでいいんですかね。ちょっと勝手が分からなくて手こずってしまったんですけど、これで長さが1820で横が1600の大人2人眠れるベッドになりました。このマットね、ちょうどこの折り目のところで曲がってるんですよね。でもしかしたらこのまま展開できないですかね。ちょっとこのまま折りたたんでみます。ここを上げて、そのまま奥に押します。あ、いけそうですね。これそういう仕様じゃないですかね。でこれこのままこう上げます。あ、ちょっとこれは厚みがあってできないですね。ここまではマットとこの下の板が一緒に折れ曲がってくれます。ただこれを上げるとなると、このマットのバースターで曲がりません。なのでこの状態で置いといて、でこうベッドを展開する。こうですね。これもいいですよね。ただ折りたたむときにここの手持つとこがないので、下から押さないといけません。ここの下ですね。ここを押します。ただこれはすぐにベッド展開できるんですけど、テレビが見ることができません。なんか惜しいですよね。もうこのままマットついたままこうテレビも見れて、でこのまま展開できたら一番いい気もします。ただこの状態でですね、収納として使うのもいいですよね。上をこのまま固定しちゃって、このバンクベッドはまだまだなんか良くなっていきそうな気もします。ちょっと毎回気をつけて展開してるんですけど、最後ゆっくりしてもガーンってなっちゃいます。何かダンパーなどあってゆっくりフラットになるのがいいですね。あんまり回数やりすぎるとなんかダメージ与えそうです。でここに敷布団を敷いてタオルケットで寝ます。このバンクベッドにこういった敷布団とかその上の布団とかですね、冬とかやったらもっと厚みが出てくるんですけど、これするのが結構自分苦手で、この高さがあんまないんでやりにくいんですよね。なので一緒にバンクベッド展開とついてくるのが一番いいですよね。もう下のマットだけじゃなくて敷布団や上の掛け布団も全部一緒に出てくればかなり便利だと思います。はい、170センチの自分が足伸ばして眠れます。でこれこんな感じでつま先ですね、こちらを伸ばしてもちょっと軽く当たる感じですね。これならあんまりストレスはないと思います。ただこっち側頭はですね、もうちょうどぐらいなんであんまり余裕ないんで、できればやっぱりこれ斜めで寝た方がいいですね。そうですね、こっちの方がやっぱ安心ですね。かなり余裕が生まれます。足はもうどんだけ伸ばしても当たりません。で面白いのがちょうど頭の位置がですね、これマックスファンに来ます。でマックスファンってちょっと透けてるんで、雨の当たる音や雨が見えたりします。結構いいですねこれ。ただ朝はシェードみたいなのしとかないとかなり眩しそうな感じもします。でちょうどバッテリーメーターも頭の横に来ます。で現在 68% 残っています。でこのままもう一晩中12ボルトエアコンつけてみます。やっぱりですね、このバンクベッドちょっと暑いです。下の方が涼しいです。なんか体感2度ぐらいですかね、そのぐらい違うような気もします。ここから下を見る光景も面白いですね。バンクベッドを活用すれば4人就寝、窮屈じゃなくて普通に眠れると思います。下2人上2人ですね。で上がる時なんですけど、こっち側のソファーに足乗っけるか、もうこっちのテーブルですね、ここに足乗っけるかです。ここはちょっと不安定なんで、こっちの台だったら問題なかったです。でバンクにはこういった小窓が両サイドついてますんで、外を見ることができます。こっからの景色ってなんかいいんですよね。サービスエリアとかすごいワクワクします。
さあ眠ります。でライトはですね、ここに操作スイッチありますんで、バンクベッドからでも消すことができます。であとは手元のここですね。で面白いのがですね、これ揺らしてもそんなに揺れないんですよね。揺れるんですけど、揺らって1回入れたらもうすぐ収まります。これショックアブソーバーが揺れを吸収してるのがよくわかります。結構キャブコンだったら1回揺らすとその後しばらく揺れたりするんですけど、これはもうすぐに揺れが収まります。だから今日の山道もロールが少なかったんですね。でちょっと伝え忘れてたんですけど、肝心な高さの圧迫感ですね。こちらそこまでありません。ただそんなに高いというところもないんですけど、圧迫感感じるぐらいの高さではありません。問題ないレベルかなっていう感じです。で冬用とかですね、布団が分厚くなってくるとちょっと近くなるかもしれません。これも人によるんで、興味ある人は一回寝た方がいいかもしれません。はい、無事ハッピーワンターボ車中生活1日目終わります。ほっとしました。途中大雨でどうしようかと思いましたが、無事温泉も入れて道の駅にもつけてよかったです。やはりキャンピングカー強いですね。あれだけの大雨でもびくともしないの心強いです。そして今日ハッピーワンターボで山道も走っていて、一般道も楽しかったです。いつもだったら信号スタートで遅れる感じがするんですけど、ある程度普通の車にもついていくことができました。なんか走りのストレスが減ったような感じです。山道もワインディングすごい楽しかったです。明日も山道楽しみです。そして高速道路、このハッピーワンターボのパワー、そして足回りの進化が問われます。多分いい走りを見せてくれると期待しています。思ったよりも山道の走りが良かったんで、どんどん進めます。これから先の絶景もたくさん見えそうです。それではおやすみなさい。眩しい。ここから太陽光の光がかなり入ってきます。でここは温度も上がっています。一晩クーラーつけていて、バッテリー残量は 40% になりましたね。寝心地は良かったです。このマットなんですけど、結構薄いかなと思っていたんですけど、実際寝てみると底付き感もなく背中痛いとかはありませんでした。やっぱこの広さですね。これが軽乗車ベースで実現するのはやっぱりバンクベッドならではですね。で幹線道路横なんですが、走行音まあまあ聞こえますが、そこまでうるさいという感じではなかったんで、自分は眠ることができました。ちょっとここ眩しいんで、早急に対策しないとバンクベッドで寝るのは難しいですね。こんな感じで斜めで寝れば直接の光は避けれるんですけど、それでもやっぱりちょっと眩しいですね。はい、それではバンクベッド片付けていきます。まずはこの上の敷布団やタオルケット折りたたみます。一旦くるくるまとめて一番奥にしました。でこの次マットですね、これやっぱり外さないといけないんで、一旦こちらも折りたたみます。ちょっとこれが折りたたみにくいですね。この横にねちょうどぴったしなんで、ここ当たっちゃいます。なんかパタンパタンという感じで綺麗に折りたたむことができませんでした。2人で寝ないんであればもうちょっとこの横切ってもいいですね。はい、次こちらを持って移動させます。でこのまま押し込みます。はい、これで奥に収納されました。最後にこのテレビを持ち上げて、ここの折りたたみ金具ですね、これを設置します。このバーは出入りしますんで一旦取っておきます。ここは入らないですね。この運転席の上のところ、ここ収納結構ありますんで、ここに置いておきます。で反対側、こちらはこの折りたたみ金具でバーがこうやってフラットになるようになっています。で展開するときはこう上に上げるだけです。こちらはもう別にこのままでも問題ないんで、このままにしておきます。はい、これでバンクベッドの収納が完了しました。結構簡単ですよね。気になるところはやっぱり展開してからのこのマットを引いて布団を引く行為ですね。結構上下の高さがない空間なんで、
この中でするのが狭くてやりにくいなと思いました。このマットがついてきてくれたらいいんですけど、ついてこないならもうこのままでパタンパタンって簡単に展開できるように、ここのサイド当たらないようになっていたらいいなと思いました。じゃあ今日の夜はですね、こっち側の下で寝てみます。ここの道の駅なんですけど、標高が600メーター以上あります。結構高いんですね。なので少し涼しいかなと思ったんですけど、もう外気温 33.9 度まで上がってきました。ただ車内は 26.4 度とかなり涼しいです。今日も日中ガンガン気温上がってくると思います。一番暑い時に一回この 12V クーラー試してみます。もうこのクーラーがなかったら旅できないですね。頼もしい存在です。ただちょっと消費電力が高いのが気になりましたが、もうなかったら旅行こうと思わないですね。道の駅で地元の食材あるかちょっと見てきます。それではゴミ後ろ収納ボックスありますんで移動しておきます。ここのナンバーのところのロックを外すと、こんな感じで水抜き穴のあるゴミ収納ボックスが現れます。ゴミ袋1、2、3個分って感じですかね。ここに穴開いてますんで、もう汚れたら水でバーッと流すだけで綺麗になります。これはかなり便利です。ここにバックセンサーもついています。アトレイ純正でついているものをそのまま流用しています。ここターボっていうロゴが入っています。これ前なかったですね。外装のその他変更点なんですけど、今こちらの車両にはついてないんですけど、ここにステップがもう1個の手に車両がついていました。手動式のステップになります。フロントも変更ないですね。このシェルのボディ丸みを帯びてるんですけど、これがすごいいいですよね。少し湾曲しています。真っ平らではありません。この端からですね、ちょっと軽く盛り上がっていっています。でまた収まっていく感じです。本当に軽い丸みを帯びています。これが前面パネル、そうなっています。これ JP サーさんこだわって作られたそうなんですけど、自分もこれはすごいいいなと思いました。なんか愛着湧くっていうんですかね。他のキャンピングカーと違うんで所有欲も高まるし、自分だけのおもちゃ感が増します。で足回りなんですけど少し変えたようです。このタイヤホイールは前からついていました。こちらはリアワイドタイヤで、タイヤの銘柄は横浜タイヤのパラダ PA03 という結構横幅が広くて安定するタイヤ履かれています。フロントはそのままでリアがワイド化されています。ここの幅がかなり広いです。でこれ後ろの下からなんですけど、青く見えるのがバネですね。ごっついの入ってます。これが強化されています。でその手前にはちょっと黒いんですけど見えにくいんですけど、強化ショックアブソーバーも入っています。以上4点ですかね。タイヤ、ホイールでリアのスプリング、そしてリアのショックアブソーバー、こちらは標準で前から入っておりました。で今回ですね、フロント側にスタビライザーとショックアブソーバー試験的につけているようです。こちらも標準装備になるかもということです。スタビライザーはこのちょっと青い棒ってですかね、こちらがスタビライザーになります。スタビライザーの効果としては、このコーナリング値でこう傾きますよね。それを修正してくれます。例えばこんな感じでこう左に曲がっていくとした時に、車はこんな感じで G がかかります。でその時にこっち側が沈みますよね。でそのスタビライザーがこう下がるとこっち側も両方下げてくれます。なので必然的に平行になってスムーズに曲がれるようになります。でもう一つはフロントのショックアブソーバーですね。このバネが変わってます。でこちらは固めにセッティングされているということです。で今後ですね、柔らかくしたりとかいろいろ調整して一番いいベストの位置を探していくそうです。なので自分が今回乗ってるのはもうタイヤのワイド化にリアは強化スプリング、強化ショックアブソーバー、そしてフロントはスタビライザー、そしてショックアブソーバー、全部キャンピングカー用に変えられてますんで、かなり走行性能は良くなっています。だからこんな山道をもう右左曲がっても走行性能が安定していたんですね。これが標準でつくそうなんですが、やばないですか。もう絶対走りは約束できると思います。
さあ、もう一つですね、この走りについてどうしてもお伝えしたいことがあります。こちらのアトレのホイールベースなんですけど、このタイヤからタイヤの距離ですね、これが長い方が直進安定性が増します。高速道路とかのふらつきが少なくなります。こちらアトレになってかなり長くなりました。出発前にハッピーワンと比べたんですね。ハッピーワンはハイゼータトラックです。そちらと比べると、なんとこのホイールベースが30センチもアトレの方が長かったです。なので直進安定性も良かったんだと思います。これはもう高速道路旅が楽しみで仕方ありません。それでは道の駅で買い物していきます。昨日到着した時暗くて分かんなかったんですけど、横幹線道路と電車も通っています。で、山に囲まれていてすごい空気美味しいです。道の駅のすぐ裏はもうこんな感じで清流が流れています。めちゃくちゃ綺麗ですね。心が洗われます。あんな感じでもう川の近くまで車で降りて川遊びをされている方もいます。ハッピーワンターボも4駆なんで、空いた場所も走れるのが心強いですね。夜間も照明ついてましたんで、トイレも問題なく怖くなく使用できました。道の駅内にこういったテーブル売っています。天然一枚板のローテーブルが並んでいます。こちらはまな板やヒノキ一枚板、こちらは2200円とかで売っています。こういった板買って自分のキャンピングカーにテーブル設置するのもいいですよね。ジェラートすごい濃厚で美味しかったです。はい、それではですね、道の駅ちょっと車も増えてきましたんで移動します。アイス食べてちょっとお腹も満たされたんで1時間ぐらい走行してみます。その後朝昼兼用の車中飯を備えていただきます。で、調べたいのが走行充電です。屋根には 175W のソーラーパネルが標準でついています。で、エンジンの動力を利用して発電するオルタネータ発電、走行充電は通常だと約 300W くらいの発電になりますが、今回のこちらの車はなんと高出力オルタネーターがついています。なのでかなり電気生み出すと思います。こちらはオプションなんですけど、どのぐらい発電するのかちょっと確かめておきます。今現在約 40W ぐらい消費しています。こちらは車内の照明と、あと冷蔵庫で今電気消費していて、それにソーラーパネルからの電力が加わって相殺されて40から 50W ぐらいですかね、消費されている状況です。今 70W ぐらいに変わりましたね。だいたい 40W から 70W 消費という感じです。この状態で一度エンジンかけてみます。はい、ガンガン上がってきました。もうエンジンつけてすぐなんですけど、現在 700W オーバーですね。約 726W 発電されています。今エアコン車ついてますんで一度消してみます。あ、素晴らしいですね。エアコン切ってもそんなに発電は変わりません。740W です。20W 上がったぐらいですね。自分の軽キャンピングカーだとオルタネーターノーマルなんですけど、エアコンつけちゃうとほとんどサブバッテリーへ充電されなくなります。そのぐらい電気が回らなくなるんですけど、こちらはエアコンつけていてもつけなくてもほとんど変わらず 700W 以上サブバッテリーへ充電されています。冷蔵庫などで 60W ぐらい消費されていますんで、約 800W アイドリングで充電される計算になります。これでエンジン回転数上がればさらに発電量上がると思いますんで、このまま走行充電してみます。現在 33% です。ここから1時間走行します。それでは安全運転で再出発します。いや、昨日はね、もう真っ暗で雨すごかったので怖かったんですけど、もうこの昼めちゃくちゃ気持ちいいです。山道でハッピーワンターボ、カーブもよく曲がるんで、すごい楽しいです。本当もうこんな感じで車についていくことができるの、これ結構すごいですよね。山道右へ左へカーブ上りも多いです。ノンターボのハッピーワン乗ってる方ならこれがどのぐらいすごいかわかると思います。通常こういった道っていうのはキャンピングカー渋滞作っちゃうんですけど、渋滞の後ろについていく側になります。もうこの車でどこまでも遠くに行きたくなっちゃいます。はい、岐阜県の高山市街地に入ってきました。結構都会ですね。で、ここからですね、ずっと北上していって富山県へ向かいます。岐阜県の高山市内も道の駅多いので、途中道路沿い道の駅寄りながらのんびり旅を楽しんでいきます。
今結構雨降ってきてちょっと収まったんですけど、まだ降っています。で、今からですね、ちょっと下りに入っています。コーナリングは結構スムーズなんですけど、やっぱり下り時の制動距離ですね、ブレーキ踏んでから止まるのが少し鈍さはありますんで、かなり余裕を持って早めにブレーキングして曲がった方がいいかなと思います。で、ロールもですね、下りの時は気持ち増えてるような気がします。やっぱりこの車の重さ、シェルの重さが下りになることにより、重力の関係上、足回りにはさらに負担がかかってるんじゃないかなと思います。とにかくゆっくり行った方がいいですね。とうとう山越えて富山県まで来ました。一旦道の駅で食材など見て、その後車内でご飯いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。一瞬で食べちゃいました。岐阜県で買ったさっきの焼きそば、めちゃくちゃ美味しかったです。ホタルイカ沖漬け時代に結構塩分ありましたんで、もう調味料は薄味で大丈夫でした。簡単ですが、こうやってパパッと調理することもこのハッピーワンターボなら可能です。というのも、このキッチンのテーブルとメインテーブルあるんで、物はたくさん置けます。ではコーヒー飲みながら少し休憩します。前回動画出した時に視聴者様からのコメントで、ラップポン入れたいので入り口の床下収納や奥のシート下の収納寸法を教えてほしいとリクエストありましたんで、今測ってみます。まずこの床下収納ですね。高さが約15センチ、この奥からここまでが93センチで、横幅が約41センチです。結構奥行きがあって、このソファーの下ですね、この下もまだ続いています。ただちょっとですね、ここボコッと2、3センチですね、膨れ上がってる箇所があります。リアのソファー下収納も測っておきます。ここちょっとアクセスはしにくいんですけど、結構広いスペースあります。でこの横のドアから外とつながっています。ただ2箇所ほどですね、このエアコンの配管、多分車体外につながってると思いますので、全部は利用できません。まず高さからなんですけど、約35センチですね。で一番長いこちらのサイズが約115センチです。でこの短い方の長さが33センチです。1メーター以上ありますんで、長尺物とか外から入れるのにちょうどいいですよね。キャンプ道具とか良さそうです。今回初めてハッピーワンターボで車中泊一泊してみて感じたことをお伝えします。総括っていうんですかね、もう一言で表すと名車の予感がします。コンパクトでどこでも止められてどこでも行ける、運転しやすい、中も最新装備で、この猛暑日続く日本の夏でも旅に行けます。もう間違いないですね。ただ2人旅がいいと思います。寝るだけなら4人問題ないんですが、旅するなら2人プラス小さいお子様くらいまでですかね。そのぐらいが快適に車内で過ごせると思います。大人3人以上だともうワンランク上の広さのキャンピングカーが後悔ないと思います。自分的には1人で使うと至高のキャンピングカーになると思っています。何か工夫してトイレも置けるし、もう1人で生きていけます。感じたことのメリットデメリットをお伝えする前に、まず検証データからお伝えします。一般道の燃費なんですけど、これもうメーターで表記されています。
1リッターあたり 9.4 キロ走ります。今回は一般道、市街地、山道、バイパス道路など走行して約250キロ走行しました。このアトレノーマルのカタログ時が13キロ台だったので、やっぱりキャンピングカーになると燃費は悪くなりますね。ただ他のキャンピングカーに比べるとむちゃくちゃ悪いとかはないと思います。さあ次はこのキャンピングカーの売り、走行充電ですね。こちらオプションの高出力オルタネーター取り付けています。2時間半山道走行してその後の写真なんですけど 62% に増えてました。で充電がこの時 623W です。最初 33% だったんで2時間半で 62%、29% 増えました。1時間あたり 11.6% 増えました。ワットに換算すると約 600W 充電という形になります。計算方式はこちらのサブバッテリーが 52V の 100Ah なんで 52×100、5200Wh の 11.6% です。もうちょっといくかと思いましたが 600W 充電されているということは冷蔵庫とか消費省くと約 700W の充電ぐらいじゃないでしょうか。最初 800W ぐらい充電されていたんで期待していましたが、最初はメインバッテリー、車のベース車のバッテリーが容量たくさんあったかもしれません。それがなくなってメインバッテリーからの持ち出し分がなくなり、最終600から 700W に落ち着いたかもしれません。次はこの 12V クーラーですね。こちら昨日夜10時に開始してそこから約12時間ちょいですね。お昼ご飯など合わせて約12時間半つけました。それで 40% 消費されていました。なので車中泊するだけなら問題ないと思います。日中こもるならバッテリーは空になりそうです。その他検証というか気になっていた箇所先お伝えしておきます。まず電子レンジのこの位置なんですけど、実際にこうやって使ってみてここが曲がるんで結構問題なく使えました。これは OK 範囲じゃないでしょうか。次このボディの遮音性なんですけど、ハッピーワン同様遮音性はかなりしっかりあると思います。クーラー効くかどうかなんですけど、残念ながら今日の気温がそこまで高くないんですね。外気温今 29.5 度で車内が 25.4 度です。もちろんこの温度では問題なく効きます。昨日のお昼は暑い時ですね、だいたい34度ぐらいでした。そのぐらいでも効きました。問題は最近の日本はもう40度近いんで、その時で効くかどうかですね。これは明日以降の検証に持ち越しになりました。で走行面の坂道登るかどうかは問題なく登ってくれました。次気になっていたこのバンクベッド、実用的なのかどうかですね。こちら実際に寝て使ってみて分かりました。実用的に使えます。ただ気になる点として上が熱かったり乗りよりちょっと気合い入ります。あとマットですね。敷く時もちょっと体勢辛いですし、敷布団も敷きにくかったので、もっと簡単にできる方法はないんでしょうか。あと前回の内外装編でもお伝えしたんですけど、これ引いた時にここパターンってなるんですよね。それが気になりました。この構造でいくなら何かダンパーのようなものが欲しいなと思いました。それでは実際に使って感じたメリットデメリットをお伝えします。まずは走行編からお伝えします。まず1つ目のデメリットなんですけど、この重いシェル乗せてのブレーキなんで制動距離結構必要でした。下りとかですね、特にちょっと長いような気がしました。やっぱりこの純正のアトレですね、こちらをベースにブレーキもメーカーさん使われてますんで、積載可能範囲の重さのシェルなんですが、荷物満載状態と思った方がいいですね。制動距離が必要なんで、前の車との距離は多めに空ける、そしてスピードは出しすぎない、これは必要な運転条件に入ってきます。で2つ目のデメリットなんですけど、航続可能距離結構短いです。キャンピングカーは燃費が悪いんでしょうがないんですけど、このアトレのタンクが38リッターなんで1回で走行できる距離、一般道だと今回リッターあたり 9.4 キロ走りましたんで、それ38かけると357キロになります。少し遠出するのは不安な距離になります。もうガソリン半分ぐらいになったら入れときたいですね。日本の本州は行けるんですけど、北海道とかになってくると何百キロ先のガソリンスタンドしかないとか、そんな話になってきますんで、ちょっと不安ですよね。3つ目のデメリットはトルクがあまりないので出だし少し遅いです。これはガソリンエンジンの特性っていうのもあります。通常アトレだとドライブに入れてブレーキ離すとゆっくり動くクリープ現象っていうのがあるんですけど、それはありませんでした。全然進みませんでした。だから信号待ちとかでちょっと違和感あるんですよね。ブレーキ離してもあれなんか全然進まないっていう感じで、踏んだら進むんで、一瞬サイドブレーキとかパーキングブレーキ踏んだままなんかなって錯覚します。車体が重すぎてクリープ現象がないという感じです。ただ少しエンジンの回転数上げてあげれば問題なくぐんぐん進んでくれます。4つ目のデメリットは、これちょっと自分知らなかったんですけど、ここに書いてました。ここにJP サさんが貼ってくれてます。高さ注意 2.6 メーター以上とかですね。このアトレが 2.5 メーターなんで 2.6 メーター以上は走らないでくださいという注意書きです。その下なんですけど 4WD リミット40キロです。これ4駆では40キロまでしか走ったらダメということです。ここに4駆と
4駆オートの切り替えがあります。こっちにすると4駆ロックですね。もうこれ4駆で走ります。こっち側にすると4駆オートになりますんで、基本は2駆で走行してアクロになって絡まりとか回転すると4駆になります。で、あとこれ真ん中にすると、そうですね、3つのモードなんで、これ真ん中は2駆だと思います。この原因はリアがワイドタイヤだからだと思います。ほんの微妙にその1回転の距離が違うんだと思います。なので雪がめちゃくちゃ積もっているとこや砂利などぬかるんでるとこなど、そういう場所は4駆で問題ないんですけど、こういったアスファルトの綺麗な道ですね、こういうところではあまり速度は出さない方がいいようです。ここはちょっと注意が必要ですね。以上が走行面で感じたデメリットなんですけど、デメリットはまだいかないんですけど、ちょっと伝えておきたい番外編があります。それはこのハッピーワンターボ購入後、地元のダイハツディーラーでどこまでメンテしてくれるか不安です。このアトレイベースでキャブコンにしたキャンピングカーは日本でこれ初めてなんで、多分ディーラーの人も見るのは初めてだと思います。なのでどんな反応されるか分かりません。もしかしたらメンテ断られるかもしれません。その辺は未知数なんで、購入検討されている方は一度地元のディーラーさん、ダイハツに聞いておいた方がいいかもしれません。一方走行面でのメリットなんですけど、まず1つ目、このターボですね。もう分かっていましたが、このターボやっぱりすごいです。坂道も余裕で走ってくれます。今までのハッピーワンユーザーなら分かると思いますが、もう坂道で渋滞作らなくても行けます。そして片側1車線のバイパス道路で長いレースを作らなく行けるようになります。余裕で坂登ってくれますので、もうこれが何より皆さんが望んでいたことじゃないでしょうか。今までハッピーワン購入検討されていて、やっぱりやめとこうってなった理由の中に坂道登らないというのがあると思います。そのストレスがなくなりますので、購入したい人も増えると思います。ただこちらも注意点なんですけど、ハッピーワンのノーマルと比べてかなりパワーがあるということなので、普通の車に比べるとパワーはない方です。なので興味ある方は1回試乗された方がいいと思います。走行面2つ目のメリットは何といってもこの足前の強化ですね。もう今回びっくりしました。山道のカーブ余裕で他の車についていけます。しかもこのハッピーワンターボは車体の幅が狭いね、こういった道路の中である程度移動できるんですね。なのでカーブの時ちょっとアウトインアウトっぽくラインを取るとさらによく曲がってくれます。大きいキャンピングカーやトラックではもう道幅いっぱいに走行しますんで、それができないのでコンパクトな車はコーナリング時のアドバンテージがあります。足回り今回固めのセッティングだったんで、路面のショックですね、ガタンガタンとしました。柔らかくいなしてくれるというか、ガタンって一回強いショックが起きてその揺れがすぐ収まる感じです。これが柔らかめのセッティングならどうなるのか、ちょっと乗ってみたいですね。希望としてはもうこのショックガタンガタンっていうのをいなしてくれて、なおかつ山道などロールですね、これも抑えてくれるようなセッティングがあれば一番いいと思います。そんなチューニングにしてもらいたいですね。3つ目のメリットなんですけど、これ今回走行するまで気づきませんでしたが、このホイールベース長いのがかなり有利に働きました。直進安定性が良かったです。特に一般道なんですけど、バイパス道路ですね、少し速めの60キロ70キロ制限のところはすごく安定していました。対向車で大きいトラック来てもほとんど揺れずにまっすぐ走ってくれました。あとハンドリングもずっともうどしっとまっすぐ何も触らず走ってくれる感じでした。これは高速道路の走りが楽しみですね。次番外編で一つだけお伝えします。この非常機なんですけど、こっちがあります。こっちがないんですけど、これね結構楽でした。これ長距離も楽だと思います。これはメリットだと思います。アトレ純正なんでアトレについてる非常機です。次車内編なんですけど、まずはデメリット1、夏場ですね、3人以上の旅は厳しいです。オプションの高出力オルタネーターがあっても冷蔵庫使用しながらなら約 600W バッテリーへ充電される感じになりますんで、このリアの空間3人目4人目座ってると冷やさないといけません。そのクーラーの消費に電気が回ってバッテリー回復しません。なので車中泊スポットついてから電気が使えなくなっちゃいます。で2個目のデメリットはこの 12V クーラーなんですけど、消費かなりあります。昨日お昼34度ぐらいの時にちょっと消費電力を見ていたらもう 900W ぐらい消費されていました。今はちなみに消費電力全体で 400W です。そんなに外気温高くないんでそこまで消費してないかなと思います。でもずっとつけっぱなしにするなら気になりますよね。日本製の家庭用エアコンなら一度空間が冷えるともう 100W とか 200W とかそんな次元になります。やっぱり日本製の家庭用エアコンが最強ですね。ハッピーワン結構スペースあるんで、なんか家庭用エアコンつけてもいいかもしれません。あとこの 12V クーラーで気になるのがこのフィルターのなんか掃除する方法がちょっとわかんないんですよね。でこの木の枠があるんでちょっと手も入りにくいです。この辺メンテナンス性がどうかなと思います。やっぱりかなりホコリ吸いますんで、なんかフィルターで
ペロって剥がせるタイプの掃除が楽かなと思いますが、そういったものが見つかりません。自分のキャンピングカーもエアコンがですね、こういった感じでビルトインされていて、この家具の中にあるんですけど、もうメンテするとき結構大変なんですよね。家具を全部外してで掃除する感じになります。もっと簡単に掃除できるようにメンテナンス性も高かったらいいかなと思いました。3つ目、車内で気になったデメリットなんですけど、この冷蔵庫ちょっとちっちゃくないですかね。この冷蔵庫22リッターということなんですけど、今回自分いつもの車中旅のようになんかお惣菜買ったりとかなんかパックのものとか買ったんですけど、もう入らなかったんで、お水とか常温でいけるものはもう外に出しました。特にお酒とか好きな方、ビールとか好きな方はもうすぐいっぱいになると思います。次のデメリットはこの玄関です。このね、玄関スペースが靴横にしたら置ける感じなんで結構狭いんです。なんでこんな感じで登ってきて、で靴を横にして置くって感じですね。これが結構脱ぎにくかったです。で、標準でこのステップつきますんで、それがあるとまた変わってくるかもしれませんが、ちょっとこのスペースでは靴脱いだり履いたりはしんどかったです。自分だったらもうここに一つなんか汚れてもいい板か何か囲いを置いて玄関拡張すると思います。次最後のデメリットなんですけど、この鍵気になりました。かなり便利なんですけど、こんな感じで押すと長押しロックします。なんかめちゃくちゃ音大きいんですよね。でこれ、数字自分で決めて解除します。これも長押しです。実際動画上ではどうなってるかわかんないんですけど、実際は大きいです。静かな道の駅、夜とかだったらもう全体に響くと思います。リモコンでも開け閉めできたりとかなり便利なだけにちょっと気になりました。以上はデメリットになります。でデメリットまでいかないんですけど、気になることあったんで番外編として軽くお伝えしておきます。ここのタンクなんですけど、25リッターぐらい入りますが、排水タンクは15リッターです。なので10リッター分排水できないことになります。15リッターの排水あれば歯磨きや手洗いなどかなり長期間使えると思いますが、清水タンクが25リッターありますんで少し気になりました。次、車中飯の匂いですね。これもう車内で料理しない方は関係ないことなんですが、料理する方は少し気になるかなと思ってお伝えしておきます。換気するときこのマックスファン回すんですけど、これを吸気にしてでここから出すとかですね、もしくはこっち吸気にしてここから吸ってこう出すかなんですけど、結構この部屋全体の空気が入れ替わります。せっかく冷やした冷気も入れ替わっちゃいます。このマックスファンは気温のいい季節ですね。秋とか春とかはすごいいいんですけど、もうめっちゃ暑い日、めっちゃ寒い日っていうのは部屋全体の空気変わっちゃうんで使いにくいんですよね。なのでここにフードレンジつけるか、もしくは自作で換気扇つけて、でここから吸ってでこっちから外気を取り込む、そんな感じがいいかもしれません。もしくはもう同じこの窓の中で関係するかですね、ここから外気取り込んでここから出すみたいな、そうするとこの空気の流れだけで済むんで室内の温度は変化しにくいと思います。次はメリットです。1個目はここのウォークスルーがもうめちゃくちゃやりやすいです。ここの上がないんで簡単にできました。で今回雨多かったんですごい本当に助かりました。もう全然かがまずに普通に中腰ぐらいで移動できました。本来だったらもうかなりかがまないといけないと思います。メリット2つ目はこの床下収納がすごい使いやすくてアクセスも良かったんで今回よく使用しました。これ前回紹介した内外装編より少し変わっています。ここにねダンパーついたんで、こう適当にバーンってやってもこんな感じゆっくり閉まります。前はバーンっていう感じで閉まっていたんですけど、これでゆっくり開くんでこうもう離してもいけます。でこう押してこう離してもゆっくり衝撃も少なく閉まってくれます。次のメリットはこのバンクベッドなんですけど、ちょっと癖あったんですけど、やっぱりね大人が眠れるっていうのはすごいと思います。この軽自動車ベースでは。ここのソファーベッドですね、これ展開しなくてもう例えば食べ物とか飲んだものとかそのまましといて、で上でそのまま眠れるっていうのはもっと大きいキャンピングカー、キャブコンのような使い方ができます。前のハッピーワンは長さがちょっと足りなかったんですが、今回170センチの自分でも十分に眠れたんで、ちょっと癖ありますがかなり画期的なバンクベッドだと思います。ただ自分個人としてはやっぱりこのソファーベッドで寝るのが結構好きなんで、こっちの展開が楽になってくれると嬉しいかなと思います。今日はこっちのソファーベッドで寝てみます。次のメリットはこの内装の雰囲気、そして照明ですよね。これがかなりいい雰囲気になりました。特にこういった間接照明ですね、 LED バーライト、天井もあります。でこれすごいのがですね、こっち側の上の方はだいたい温度色が3500ケルビンぐらいです。でこっち側がちょっと白っぽいんですけど、これはもう4500とか5000ケルビンぐらいの色温度です。
でまたスポットライトは3500ケルビンぐらいでちょっとあったかいんですよね。この2つの種類の照明の温度色を使うことによって車内が落ち着いた色でありながら明るく作業もしやすかったです。結構このあったかい色自分も好きなんですけど、これ一色だったら眠たくなる感じになります。なのでこの白っぽい照明もちゃんとあるのはすごいいいなと思いました。で最後のメリットはですね、このソファーなんですけどかなり座り心地いいです。まずこのレザー調のシートなんですけど防水効果もあるんで汚れもさっと拭けます。で結構分厚いんですよね。でまたこの背もたれがですねすごいいいです。こうやって座っているともう本当にちょっとおしゃれでいいカフェのソファー席といった感じです。以上が今回の実際に使ってみて感じたメリットデメリットなんですけど、あと全体的にですね欲しいと思った方へ注意点があります。まず1つ目なんですけど、壊れたら販売店まで持っていかないといけません。キャンピングカーは結構頻繁に壊れます。というのもやっぱり装備が多いんですよね。電装関係もそうですし、こういった家電のクーラーや冷蔵庫、マックスファン、AF ヒーターとか水道ポンプとかいつかは壊れます。あと JP スターさんはちょっと家具の立て付けなんですけど、ちょっと弱いところもたまにあります。前回の内外装編で立て付けのクオリティ上がったってちょっと説明させてもらったんですけど、実際に1泊2日で泊まっていると気になる箇所も出てきました。例えばなんですけど、こういった配線とかもこういったモールでもむき出しになっていたり、こういった窓ですねちょっとグラグラしていたりとかで、この化粧板のこんな感じでちょっと浮いたりとかしてますよね。クオリティは年々上がってきてはいてるんですが、やっぱり他の大手ビルダーさんに比べるとちょっと家具の立て付けが甘い箇所はあります。こんな感じですね。こういうこととかですね、言ったら直してくれます。そして3年以内はもう完全に無償で直すということなんで、そこは結構いいなと思います。なので家具や何か装備など壊れた時に持っていくのが苦じゃない方は購入しても問題ないかなと思います。で2つ目、最後にお伝えしたい注意点なんですけど、このアトレベースだとやっぱり価格がどんどん上がってきて、なんやかんやでやっぱり600万ぐらいします。JP スターさんは安く商品を開発して他のビルダーさんに比べるとだいぶと安いんですが、それでもやっぱりタウンエースベースと比べると価格が同じぐらいになってきます。でタウンエースのですね、車自体の最大馬力が97馬力で、このアトレが64馬力です。でトルクに関してはタウンエースは134ニュートンで、アトレは91ニュートン。もう数値ではアトレかなり劣っています。ただアトレベースのキャンピングカーの方が軽量になるので、走りはタウンエースベースと変わらず走ってくれるんですが、タウンエースベースの車内はかなり広くなります。マルチルームとかも作ることもできますんで、キャンピングカーの大きさが許す方はタウンエースベースの方が良い場合もあります。車体がコンパクトでキビキビ走る方がいい方は、このハッピーワンターボかなり合うと思います。と実際に車中泊するといろんなものが見えてきました。でもこの車の可能性はかなり高く、ポテンシャルも高いなと思います。また今日明日と暑くなっていきますんで、どこまでオフグリッド、外部電源に頼らなくクーラー使えるか家電使えるか試していきたいです。電気がなくなったら外部電源使える RV パークや車着スポットへ向かいます。そして高速道路の走りも気になります。今回長距離旅なんで高速道路も長い距離走ります。高速道路の燃費、そして風の煽りで揺れるのか、途半車線のようなきつい上りで登ってくれるのか、この辺も徹底検証していきます。はい、じゃあ IH フライパンなど片付けて移動できるようにします。